海藻宋道心は少林寺拳法を治めることによって護心練炭、健康増進、精神修養の三徳が得られるとした。少林寺拳法の技は物理学的生理学的な自然の原理に基づく技術体系で構成されている。したがって後者に自然の原理が働いた時、主者がこれを利用して技をかければ技は決まる。このことは少林寺拳法のように系統だった体系と科学的な原理に基づいて構成されている高度な技術は、単に形や手足の動作によってのみ理解しようとしてもその全貌を知ることはできないということを物語っている。技を構成する原理を学び理解して技を習得すれば上達は一段と早くなるのである。しかし今までの我々は少林寺拳法の技のコツを習得するために実際に体を動かしながら何度も何度も試行錯誤を重ねてきた。したがってコツを習得するまでには長い時間と期間が必要であった。それ以外に習得の方法がなかったからである。そこで少林寺拳法連盟では技の向上を目指す剣士のために技の成り立つ原理原則を科学的に解析する方法をさまざまに検討してきた。そしてここにコンピュータグラフィックスを使っての少林寺拳法エキスパートシステムを開発したのである。この作品はコンピュータグラフィックスを使い科学的に視点を後者の重心の移動において銃法の技に関してその原理を解明したものとして少林寺拳法の歴史の上で大きな意味を持つ。では少林寺拳法エキスパートシステムがどのようにして作られたかを説明しよう。少林寺拳法エキスパートシステムでは総本部指導部部長新井正範氏の技を6つの方向から同時に撮影した。これは現実の世界が3次元であるのに対し映像の世界は2次元であるから、後者主者の位置を立体的に正確に割り出すためである。したがってこの6つの方向からの映像の一コマ一コマをもとに後者主者の位置を割り出した。コンピュータグラフィックスのモデルは実際に技を行っている演武者と同じサイズと体重になるようにコンピューターにインプットして作成された。さらに各関節の可動域、すなわち関節の曲がる角度も実際の人間と同じである。したがってこのコンピュータグラフィックスの映像の動きは一般のアニメーションの動きとは全く異なる。アニメーションの目的は実際の動きを前提に誇張や省略を用いて本当らしい動きを作ることにある。一方、少林寺拳法エキスパートシステムのコンピュータグラフィックスは実際の動きをコンピューター内のモデルが再現したシミュレーションなのである。加えてこのコンピュータグラフィックスは実際の動きを解析することによって重心の移動や力の大きさ、方向などが視覚化でき、しかも最も分かりやすい方向から見ることができる。今まで重心や力の方向は目に見えず、技をかけられても一瞬であるからわからない。すなわち意識することができなかった。したがって技のコツは各個人のフィーリングを頼りに習得するほかはなく、絵にも文にもならないと言われてきた。しかし少林寺拳法エキスパートシステムは少林寺拳法を治める者にとって技のコツが力学的な裏打ちをされ視覚化されて示されている。では少林寺拳法の代表的な投げ技の一つである巻きの手をコンピュータグラフィックスによって解析してみよう。物を倒すには重心を支持面から外さなければならない。同じように人間を投げたり倒したりするにも重心を支持面から外さなければならない。この場合
重心がどういう軌跡をたどれば技として有効なのか。少林寺拳法エキスパートシステムでは、まず後者の重心を視覚化した。後者が腕逆取りに来たとき、主者が巻きごての技をかけたその間の後者の重心の軌跡を表してみる。きれいに巻きごてで投げられたとき、後者の重心の軌跡は、一旦沈み、上に浮いてから落ちている。次に、この重心の動きをわかりやすくするために、後者の両方の足先を結んだ線から垂直に壁を立ててみた。この壁から重心が外に出ようとしたとき、後者は反射的に足を出してバランスを取ろうとする。したがって壁は体のバランスを取る限界面である。そこで後者の動きがわかりやすいように主者を消してみる。重心がまだ壁の内側にあるときは軌跡を黄色に。重心が壁に近づき、重心を足で支えることができなくなった時点で軌跡は赤色になる。これは後者の重心が一旦沈み、次に上に浮いてから落ちかけた時であることがわかる。次に後者の重心の軌跡だけを見て、主者の技がどう作用しているかを見ることにしよう。技は崩し、落とし、外しという過程から成り立っている。重心の軌跡をたどれば、後者の重心が一旦沈んでから上に浮き頂点に達するまでが崩しである。重心が一旦沈むのは後者が攻撃をしようと力を入れて踏ん張るからである。その攻撃の力を逆用されて後者は自分から崩れているのである。この時もし主者が力を入れて崩そうとすれば、後者はそれに反応して体勢を安定させようとするであろう。するとこの崩しはうまくできない。崩しができなければこの後の落とし外しも成り立たない。次に頂点から壁を越えるまでが落としである。この場合重心が落ちていく方向に合わせて後者の状態をまっすぐ落とすのがコツである。この時主者のひねりが速すぎたり引っ張りが強すぎたりすると、後者はそれに反応して足を出して体勢の安定を図るであろう。後者が重心を支えられなくなった瞬間に主者が初めて後者の手首を決めることによって相手は投げ飛ばされるのである。では次に後者の動きを下から見てみよう。両足で体を支える面、つまり支持面を緑色のゾーンで示した。これによって緑色のゾーン、支持面が狭くなっていくのがわかる。不安定になっていくのである。うまく技がかかっていない場合はこの支持面が狭くなったかと思えば広くなる。つまり後者は足を出して体勢を立て直し安定を図るのである。次に重心と壁までの距離を緑色の線で見てみよう。後者の重心は腕逆取りに入るために前に来つつあるので、壁までの距離は徐々に短くなっていく。さらに後者の重心が上に浮いてから落ちるまで壁までの距離は徐々に短くなっていく。次に外しの原則を見るためいくつかの補助線を引いてみる。まず後者が崩された時点で両足のつま先を結んだ補助線を引いた。また外しの段階で後者の手首と肩を結ぶ補助線を引いた。きれいに投げるには外しの段階でこの2つの線が平行になっていなければならないことがわかる。つまり後者は投げられる時ちょうど鉄棒で前回りをするように手首と肩を結んだ線を軸にして回転している。これを主者側から言えばこの2つの補助線が平行になっていなければ投げられないわけである。補助線が平行になった状態の時手首関節を決めれば後者は飛んでいくことになる。
次に、倒し技である切りごての後者の重心の軌跡を見ていこう。切りごての後者の重心の軌跡も巻きごての軌跡と同じである。後者の重心は一旦沈み、次に上に浮いてから落ちている。後者は自分が攻撃した力を逆用されて自分から崩れるのである。この原理は投げ技や倒し技に共通した原理である。では実際の演武からこの原理を把握しよう。同じ系統の技で決めれば、後者は一定の形で鮮やかに倒され投げられている。しかし、その時の取捨の形は体格や年齢、その他の条件によって様々である。我々が先輩方の技を見て、そこから技を習おうとする場合、目はどうしても取捨の形に行く傾向がある。しかし、取捨の形が様々なのに、後者の動きが一様なのは、一定の原理に基づいて後者の重心が移動し、取捨がこれを利用しているからに他ならない。技の習得には、結果としての形を真似るのではなく、その形を生じさせた原理を学ばなければならないのである。技における自然の原理を理解することによって、実際に体を動かして技を習得する場合に、どの経験が有効であり、どの経験が有効でないかを自覚することができる。結果として、誰にでも技の短期習得は可能になるのである。